のんちゃんが脅されていたのです。それが選挙で必ず勝てるくんなのです。あれは一応バージョンアップを済ませた最新式のものなのですが、ネロネロマシーンの例を見てもらえればわかると思うのですが、改良してみても結局のところうまくできたかどうかは実験してみないとわからないのです。だからこれ以上みんなに迷惑をかけないようにと一人で実験していたのですが、その時偶然人集めしているところを見られてしまい、そのマシーンは選挙違反の可能性があると言ってきたのです。マシーンには人を洗脳する効果があると、この間の騒動の時もこの装置を使っていて、生徒の洗脳に失敗したから騒動が起こったのだと言われました。もちろん不正ではないと主張したのですが、そんな言葉は信じられないと。もちろんワンちゃんはそんなマシンを作ったつもりはありません。でも否定しきれませんでした。新聞部の人に伝えたらゆうちゃんの出馬が取り消しになる。それが嫌なら、はい。本当は誰にも話すつもりはなかったのです。怒ってますか？そうですよね。やっぱりゆうちゃん、もうなんちゃんのこと。本当なのです。でも心から謝れば許してあげないこともないのです。知りません、聞こえません。はい、構いません。ゆうちゃんにはもう全部話してしまいましたから。見えてしまいましたか？それは仕方ないのです。チャラチャラー。寂しい時のお供に大島ロールの香り付きメカユウちゃんなのです。メカユウちゃんです。一人でもこれさえあれば寂しくないと思っていたのですが、このメカユウちゃんは微笑んでくれるだけでのんちゃんに声をかけてはくれないのです。もちろん大島ロールも作ってくれません。
どうやらのんちゃんには心の痛みを治すマシーンは作れないようです。会えないことがこんなに辛いなんて知りませんでした。頼りにしてます。おい、一体どういうことだ？まさか立候補辞退とか？俺が知るかよ。人を集めるってそれ不正じゃないのか？職権で用意ってことはのんちゃんが作ったんでしょ？俺にはのんちゃんが不正のためのものを作るなんて思えないんだけど。使った結果があの騒動だろう。どっちにしても責任逃れはできないって。謝って済む問題じゃないだろう。でもそれってそもそも問題なの？そりゃ問題だろう。だって大島の話からすると人の感情に作用するようなもんなんだろ。例の騒動もそれが元で。だけど今こうして事情を明らかにしているわけだし。なんだかよくわからんけど今は使ってないんだろ。それならもういいじゃん。おい、今のお前の意見がお前自身の意見だって言い切れないかもしれないんだろね。今はそのマシンを使ってないんだったら俺の意見に決まってるだろ。知らない間に色々あったみたいなんだけど、説明してくれる？水臭いですぞ。講演会といえば候補者と一心同体。どんな逆境でも相談していただければ力になったものを。それはもういいってば。それより
なぜ今さらみんなの前でその話をしたのかも含めて詳しい話をお聞きしたいのですぞ。みんなにできるだけ早く謝りたいのです。みんな迷惑をかけて本当にごめんなさいなのです。許して使わす。まあそういう事情があったんなら仕方ないかな。辰巳は後でぶっ飛ばすけど。だって別に心から辰巳を応援してたわけじゃないんでしょ。そうだったら敵だけど、違うんなら問題なーし。でも選挙で必ずカテルくんが向こうの陣営に置いたままなのです。そんなの関係ないって。私らが気にしてたのはのんちゃんが向こうの陣営に行った理由だったんだから。そうそう、のんちゃんが裏切ってないなら気にしない。そうですね。のんちゃんが敵にならなくて本当に良かったです。心配した。本当に良かったです。ごめんなさいなのです。あら、遅かったわね。まあ、何にしても帰ってきたんだからいいじゃない。元はといえば、マシーンに頼って手を抜こうとした私たちにも問題はあったんだもの。気にしないで。ちーちゃん、みーちゃんも。はいはい、締めっぽい話はもういいからね。それであのマシーンって改良型だったみたいだけど、事故の原因って分かってるの？いいえ、あくまでできる限りの予防策を講じただけです。原因はまだ。だとするとこのまま辰巳が使い続けるのも問題かもしれないわね。今回の件で使うのを自粛すればいいけど。そうね。さあ、ここから先は正々堂々やりましょう。おおなのです。つまり辰巳陣営の急激な人の伸びはのんちゃんのマシーンのおかげってことだったのね。なんという。わかってるわよ。この件は絶対に口外しないわ。それでいいんでしょ。のんちゃんに迷惑をかけるのは我々の本意ではないのですぞ。ごめんなさいなのです。まあでも噂になるのはしょうがないわよね。大変残念なことに人の口に戸板は立てられないのですぞ。オッケーなのです。久しぶりの部室楽しみなのです。のんちゃんにとって職権での日々は一日も欠かせないものなのです。ゆうちゃんこそあんまり遅いと置いていってしまうのですよ。
貸したのですか？ほら、そこの二人だけで話し込んでないで。ごめんなさいなのです。のんちゃんはステージの片付けをお願いするわ。はい。勇気はこっち。マシーンは使ってないみたいですね。大島候補、あの演説は一体どういうおつもりですか？とぼけないでいただきたい。今朝の演説、あれはこちらの陣営への当てつけでしょう。あなたが語った事実とやらのせいで、こちらがマシーンを使えば風評被害になりかねないと言っているんです。辰巳候補、そろそろ打ち合わせの時間が。今行きます。もともと人の注目を集めるのが目的だっただけだしね。でも東雲陣営から苦情が来なかったのは幸いだったわ。それはそれで借りを作った上に舐められてるみたいでムカつくわね。失礼します。頑張っているようですね、大島くん。やっくん、お久しぶりなのです。話は聞いてます。大変でしたね。いえ、ゆうちゃん、みんなが助けてくれましたから。そうですか。今朝の一件聞きましたよ。いいえ、見直しました。ああいう決断はなかなかできるものではありません。何せ自分の非を認めるわけですから。それに結果的にこれでよかった。いえ、こちらの話です。放課後の演説も好調のようですから、もう特に言うことはありませんね。ゆうちゃんの頑張りが今の結果につながったのです。まさにその通りです。今後もその調子で頑張ってください。それじゃあのんちゃんたちもそろそろ帰りましょうか。ゆうちゃん、準備はいいですか？
太すぎー。こんなに緊張してる私たちがバカみたいじゃない。そんなの必要ないっしょ。大島、今までだって頑張ってたじゃん。これが最後だから悔いのないようにね。朗報期待して待ってますよ。頑張って。大島先輩ならきっといけますよ。最初から最後まで頑張ってここまで来たんだからね。あとは全部あんたに託すわよ。こりゃ私が言うべきことはもう何もないわね。いってらっしゃい。せいぜい頑張りなさい。ゆうちゃん。きっとゆうちゃんは大丈夫なのです。のんちゃんが保証するのです。大島候補、そろそろお時間です。